皆さんこんにちは。サーカスサークルゲームズです。以前からご紹介している神のハンマービルドをようやく最大化することができたので動画にしようと思います。移動速度もかなり改善することができて、マッピングも非常に快適になりました。すでにリーグアウトされている方も多いとは思うんですが、自分の備忘録としてもこの動画に残したいと思います。ではまずこのビルドがどういうギミックで動いているのかを説明したいと思います。いくつかスライドを作ってきたのでそちらを見ながら説明できればと思います。英語になっていますが最終的に日本語のものをお見せします。このビルドはボーンシャッターを使って神のハンマーを使う、これを交互に繰り返しているだけです。まず武器セット1にはトレンチティンバーと、夢ビビとの手のひらを使っています。こちらにはボーンシャッターを使用しています。武器セット2には両手メイスと聖なる炎を使用しています。こちらで神のハンマーを使っています。先に武器セット2の説明をします。武器セット2では神のハンマーを使用しています。そして最もこのビルドで大切になるのが憤怒です。憤怒は1ごとに 1% アタックダメージを上昇させる効果があります。その憤怒を貯める方法としてエターナルレイジを使用しています。これはスピリット100必要なんですが、毎秒いくつかの憤怒を、獲得できるバフになります。そしてこの憤怒からよりダメージを獲得するために獣の怒りと神秘の憤怒をパッシブで取っています。獣の怒りは憤怒10ごとに物理ダメージを 12% 増加させてくれます。そして神秘の憤怒は憤怒1ごとにスペルダメージを 2% 増加させてくれます。そして重要になってくるのがスペルダメージなので、これを目の王冠でアタックダメージに変換しています。そしてさらにこの獣の怒り、神秘の憤怒、そして本来の憤怒の効果を強化するためにバーサークを使用しています。バーサークには憤怒の効果を増加させてくれる効果があります。リネージュサポートジェムのディアーラを刺すとさらに効果があって、今自分の場合は憤怒の効果を 81% 増加させてくれます。そしてこのビルドの最もユニークな部分なのですが、神のハンマーを使うことで憤怒の最大数を獲得することができます。そのためにパッシブの殺戮への渇望とヘイトフォージを使用しています。ヘイトフォージにはバールユニークモッドがあって、グローリーを必要とするスキルを使用していれば憤怒の最大数を獲得というものがつきます。殺戮への渇望も同じ効果があります。ヘイトフォージの方には最大12、殺戮への渇望は8つくので合計20獲得できます。なので神のハンマーを1回使えば憤怒の最大数が20、これは最大5回起きるので最大100獲得することができます。しかしこれは6秒間しか続かないので、神のハンマービルドはただ神のハンマーを打っているのではなくて、この憤怒最大数をキープするためにも神のハンマーを連打する必要があるということです。次に武器セット1の紹介をしたいと思います。武器セット1ではボーンシャッターを使用しています。そしてパッシブで司令官の憤怒を取っています。これは憤怒1ごとにミニオンアタックスピードを 1% 増加させるという効果を持っています。そのためトレンチティンバーを使用しています。トレンチティンバーにはミニオンアタックスピードの増減がプレイヤーにも影響するという効果があります。そのため神のハンマーでどんどん憤怒最大数を獲得すればアタックスピードもどんどん上昇するということで、ボーンシャッターを移動代わりに使用しているという形になります。武器セット1で使用している理由はリグワルドを使いたいからです。これはリネージのサポートジェムで武器セット1、2で効果が変わるのですが、武器セット1ではアタックスピードを増加させることができます。日本語版はこれになります。ではこの武器セット1と2のシナジーのセットアップの説明になります。まずこのセットアップするためにウルフパックを使用しています。ウルフパックは武器セット1側に使用していて、狼のミニオンを複数体召喚するスキルになります。ボーンシャッター側にミニオンパクト、ウルフパック側にミニオンインスタビリティを入れています。これを行うことでボーンシャッターを使用した時に自分のライフの 150% をミニオンから取り除きます。そしてミニオンインスタビリティはミニオンが低ライフ 35% 以下になった時に爆発するようになります。これでボーンシャッターを1回使用すればウルフパックで召喚している狼が1体爆発することになります。そしてミニオン死亡時キャストを使うことで
このウルフパックの狼が爆発した時にエネルギーを獲得することができます。死亡時キャストには呪いを2つ入れていて、この爆発したのをトリガーにキャストしています。そしてキーストーンパッシブのブラッドマジックを使用しているのでライフを消費します。そして神のハンマーにはゼルフィーの悪名を入れているので、使用したライフの 5% をグローリーに変換します。呪い2つを1回キャストするのに約1000のライフを使用しているので、それの 5% がグローリーに変換されています。簡単に言うと、ボーンシャッターを使えば神のハンマーが使えるようになって、神のハンマーを使うとダメージが上がり、移動用に使用しているボーンシャッターのアタックスピードが上がるというのがこのビルドのギミックになります。ある意味三角関係のように成り立っていて、フンドからは物理ダメージの増加、スペルダメージの増加、アタックダメージの上昇、ミニオンアタックスピードの増加の恩恵を受けています。そしてボーンシャッターはグローリーを付与します。神のハンマーは攻撃手段であるとともにフンド最大数を獲得するのに役立っています。冒頭にボーンシャッターと神のハンマーを交互に使用しているだけと言いましたが、そもそも神のハンマーを連打することがこのビルドを最大化するのに非常に重要な動きになるわけです。装備やパッシブについてはモバリティクスを準備したので、そちらを参照してください。安価なものをテムバージョンとして、高級なものをバレンシアガバージョンと書かせていただきました。自分のレベルであったりとか、予算状況に合わせて調整していただければと思います。いかがだったでしょうか。0.4 リーグは自分600から700時間ぐらいプレイしたんですが、ほとんどこのビルドをやってました。結構わからないこととかいろいろあると思うんですけれども、コメントいただければ回答しますので、お気軽にコメントください。ライブ中であればその場でも回答できます。ではここまで視聴ありがとうございました。また次のビルドでお会いしましょう。